私とお見合いしなさい。出ないとクビよ。え？出社した俺を仁王立ちで出迎え、そんなことを言い放ったのは社長の一人娘である美鈴さん。鼻息荒くそう言い放つと、控えていたお付きの者に合図を送った。どうぞ山井様、こちらを。これって。察しが悪いわね。さすが高卒だわ。それはお見合い会場の案内よ。いつものように高卒と俺を罵る美鈴さん。入社して5年、仕事にも慣れ、それなりの役職ももらって順調に働いている俺だが、去年美鈴さんが入社してきてからというもの、こうして顔を合わせるたびに罵ってくる。時には高卒と学歴のことをなじられ、時には中肉中背の普通の体型のことをこけしとバカにされ、時にはプライベート中にばったり会ってしまい、私服がダサいと笑われ、とにかく彼女の中では俺は大嫌いな存在なのであろうことは分かっている。それなのに、美鈴さん、これは何かの間違いでは？何がよ。だって美鈴さん、俺のこと嫌いなんですよね。だから毎日のようにこうして俺のことバカにして、何もこんな手の込んだことしなくても、高卒は結婚できないとでも言いたいのであろうか。いくらなんでも俺をバカにするにしては、これはやりすぎではないだろうか。それに美鈴さんには婚約者がいるでしょ。小林コーポレーションの次期社長だとか。なんであんたがそんなこと知ってるのよ。小林コーポレーションは俺の担当ですから、そりゃ耳にも入りますよ。その言葉になぜか美鈴さんは顔を青くして慌て始める。俺嫌ですよ、慰謝料払う嫌がらせとか。嫌がらせって。だから美鈴さん、俺のことをバカにしたりけなしたり、俺のことをいくら嫌いだからって見合いだなんて、ちょっと手が込みすぎではないですか？そんな、私は。だからお断りしますよ、さすがに。俺は半ば無理やり渡された招待状を美鈴さん本人に突き返した。青ざめた表情を浮かべながら呆然とする彼女を置いて、仕事ですからと一礼しオフィスに入るのであった。翌日、社長から呼び出された俺は容赦なく首を勧告されたのであった。おーい山井、客が来てんぞ。機械の整備をしていた俺はその声に顔を上げた。前の会社をクビになって5年、社長令嬢をひどい振り方をしたなどと妙な噂が立ってしまったため、再就職もなかなかうまくいかず、俺のことを誰も知らない孤島の工場で住み込みで働いていた。前職は営業だったが、今は機械整備士。幸い昔から細かい作業や分解などが好きだったこともあり、仕事はすんなりと覚えることができた。気がつけば前職と同じ年月働いている。そんなわけで、もともと両親も他界して兄弟もいない俺は、訪ねてくる人物に心当たりなど全くなかった。やっと見つけたわ、山井さん。恵子さん。部屋に入るなり駆け寄ってくる一人の女性、小林恵子さん。前会社であるだるま産業の取引先小林コーポレーションの社長夫人。取引担当だった俺のことを可愛がってくれた恵子さん。
突然クビになってしまったので、退職することも挨拶することもかなわなかったが、どうしてここに？あなた、みすずさんに何したか分かっていてそんなことを？え？本当に私、あなたに失望したのよ。よりにもよってみすずさんからの求婚を断るだなんて。ちょっと待ってください。求婚？一体何の話ですか？何って、あなたみすずさんからの求婚を断ったからクビになったんでしょ？本当にわけがわからないというように首をかしげる恵子さん。いや、待て。そもそもだが。待ってくださいよ。だってみすずさんは恵子さんの息子さんと婚約したって公にもなったじゃないですか。だからそれが作戦だったのよ。作戦？先ほどとは打って変わってにこやかな表情で恵子さんは手を叩いた。いいこと。まず大前提としてうちの息子とみすずちゃんは婚約してないわ。え？あの二人の婚約が公になったのいつだったか覚えている？確か新年度になってすぐだったかと。年度末の決算が慌ただしく終わり、新しい年度を迎えたその時に飛び込んできたビッグニュース。それがみすずさんの婚約発表だったと記憶している。そしてその1ヶ月後にあのお見合い話が俺に舞い込んだのだ。だからその日がいつだったか覚えているの？4月の頭だったと。年度始めでしたよね。もう本当にどこまで鈍感なのかしら。4月1日エイプリルフールでしょう。はあ？そう言われて俺は口を開けて言葉を失った。エイプリルフール？そんな日にわざわざ婚約発表？それってつまり婚約は嘘？そうよ。しかも婚約発表はうちの社内でしか発表されていなかったのに、その日打ち合わせで来社していたあなたはそれを聞いて本気にしたのね。本気も何も、あんな気合の入った広報誌まで作って嘘だなんて疑う人の方が少ないと思いますけど。よそ様はね、うちの社員は誰も信じなかったわよ。だってうちの息子もう結婚しているもの。再び俺は固まってしまった。5年前確かにこの目で見たし、この耳で聞いたのだ。みすずさんと小林社長の息子さんが婚約したと。言われてみれば確かにうちの社内でその話題が上がることもないし、小林コーポレーションの社員さんたちもなんだかはいはいみたいな慣れたテンションだったような気がする。息子の嫁はね、ドッキリとかサプライズが大好きな人で、あれも嫁のドッキリよ。まあちょっとだけ浮気の鎌をかけたところもあるみたいだけれど。でもそれではみすずさんに失礼では？問題ないのよ、それが。だって息子の嫁はみすずちゃんのいとこだもの。いとこ？世間は狭いとはこのことを言うのか。だからこそみすずさん公認の悪ふざけだったというわけか。俺があの時婚約の話を振ったので、そんな理由からみすずさんは慌てたのだ。でもみすずさんは俺のことを嫌っていました。だからあのお見合い話だって俺を陥れるための罠だと。あのね、山野井くん、
みすずちゃんがなぜあなたを嫌っていると思っていたの？だっていつも高卒だとか容姿とか服装とかバカにして人のことを笑って平気なふりしてましたけど、俺だって結構傷ついていたんですよ。ああ、それはみすずちゃんが悪いわね。俺の言葉に恵子さんは納得したようにうなずいた。じゃあ本人から説明してもらいましょうね、みすずちゃん。恵子さんがそう言うと応接室の扉が開き、中へ入ってきたのは5年前と変わらないみすずさんの姿だった。俺は驚いて思わず席を立つ。ごめんなさい。そして俺が何かを言うより早く勢いよくみすずさんが頭を下げた。一体何に謝っているのか、俺が問いかけるより早くみすずさんは勢いよく俺に抱きついてきた。みすずさん。山野井、いえ、和志さん、私が全部悪かったわ。話をしようにもだだっこのようにいやいやと俺の首元に抱きついて離れない彼女を支えるのがやっと。それからどれくらい経ったのだろうか。恵子さんに促されてみすずさんはなんとか俺から離れた。私、和志さんを嫌ったことなど一度もないわ。顔を合わせれば高卒だと笑われ、私服はダサいとバカにされ、そんなことが毎日毎日繰り返されていたのにもかかわらず、俺のことを嫌いじゃなかった？そんな話どうやって信じろって。だってパパがママをそうやって落としたって聞いたから。話を聞くと、だるま産業社長であるだるま雄一郎、みすずさんの父親になる彼は恋焦がれた女性みすずさんの母親を落とすためにわざと意地悪をして気を引こうとしたのだとか。そこでみすずさんも同じように俺に意地悪をして気を引いて満を持しての縁談ということだったらしい。そんな分かりづらいことって。ですからその件に関してはみすずさん、あなたがいけないと思います。恵子さんが俺に同調してくれた。しかし次は俺に鋭い視線を移し、ですが社内広報だけで公の発表と思い込むのは早計でしたよね。本当の婚約だったらだるま産業でも一大ニュースになっているはず。それは確かに。事実、社内に帰った俺がいくらその話を聞いてみても、同僚も上司も後輩も誰も知らないというのだ。しかしあんな手の込んだドッキリがまかり通るだなんて。あなたに振られてしまったみすずさんはお父様に泣きつき、激高しただるま社長は即日解雇を言い渡し、あなたはあっという間にだるま産業を去ってしまった。その通りです。私が和志さんの解雇を知ったのは1週間後だったの。ママと昇進旅行に行っていたから。帰ってきた私をパパがにこやかに出迎えて和志さんをクビにしたって。それで私、だるま社長の元を飛び出してうちに来たのよね。ですからみすずさんは今小林コーポレーションの優秀な社員なんですよ。世の中わからないものだ。確かにみすずさんは俺への態度を置いておけば社員としては優秀だった。和志さんとの思い出があってパパの庇護があるだるま産業じゃいつまでたっても私は変われないと思ったから、恵子さんにお願いしてお世話してもらうことにしたの。ちゃんと入社試験も受けたし、今は一人暮らししてる。
どうしてそんなことまで。それはどうしても和志さんに振り向いて欲しかったから。必死な美鈴さんの表情を見て、俺は初めてドキッとした。今まで意地悪をしてくることしか見ていなかったが、こうやって面と向かって彼女を見たことがあっただろうか。いくら意地悪をしているとはいえ、その時の彼女の表情は思い出せないということは、俺は彼女と向き合っていなかったのだろう。美鈴さん。社長の娘じゃなくて、だるま美鈴個人としてあなたを追いかけてきたの。もう一度私とお見合いをしてくれませんか。そう言ってあの時の招待状を俺に差し出す。俺はそれを笑顔で受け取ったのであった。美鈴さんとお見合いをしてお付き合いが始まった。と言っても俺は孤島で工場作業、美鈴さんは本土で優秀な営業マン。遠距離だが俺たちなりの愛の育み方で交際は順調だ。先日久しぶりにだるま社長と電話で話した。俺が社長を恨んでいないことを美鈴さんに伝えると、美鈴さんは社長を許したそうだ。それについて泣きながら感謝の電話が来た。早くも俺のことを息子と呼んでいるのには驚いたが、近い将来本当に息子と呼ばれる日が来るかもしれない。その日に向けて俺は今日も機械整備に励むのであった。